皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は先日作成したメインパソコンを、完全ロマンパソコンにしようと思います。ロマン？はい、今回も前回のメインパソコン同様、アンテックさんから色々なものをご提供いただいたので、そちらをご紹介しながら作成していこうかと思います。またあれやこれやと無理言ったんじゃないの？それは否めない。ということで今回の動画は、今回号だ、じゃなかったご提供いただいたものの紹介。あんた今号だっつって言ったでしょ。言ってません。実際にパソコンを組みながら使ってるパーツの紹介。何この骨組み？そして完成と使い勝手をご紹介していこうかと思います。うわ、このシルエット。なんかすごそう。ということでもしこの動画が少しでも面白かったら、評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本編に行ってみましょう。ではまず今回ご提供いただいたもののご紹介です。まず最初はこちら。プリズム 120ARGB5 プラス C になります。こちらは 120mm の ARGB ファンが5個とコントローラーがセットになったものです。詳細はまた後ほど、使用する際にご説明いたします。では続いてはこちら。シンフォニー 360ARGB になります。こちらは 360mm の簡易水冷 CPU クーラーなんですが、なんと、12月10日に発売される新商品となります。あれ、なんかついてるわよ。はい、こちらなんですが、開けてみると、なんとアンテッコちゃん入ってるシールでした。アンテッコちゃんは入ってないわよ。いやーアンテッコちゃん可愛いですね。どこぞのアシスタントとは大違い。なんか言った。いえ、何も、こちらの新商品も後ほど詳しく説明していきます。そして続いてはこちらになります。まだあるの？続いては電源になります。こちらはシグネーチャー1000プラチナムになります。こちらは 1000W の電源で80プラチナ認証のハイエンド電源になります。1000W ってすごいわね。最近は CPU も GPU も電力使いますからね。こちらもまた後ほど。では最後はケースのご紹介です。ちょっと今までのやつを端に寄せて。なんで端に寄せるの？お待たせしました。こちらになります。何これ？ちょっと、これ。でかっ。はい、こちらアンテックのオープンフレームケース。トルクになります。トルク？いやでかすぎでしょ。かなり大きいですね。ということで今回使用するものを並べてみました。いやトルクがでかすぎて他がめっちゃ小さく見えるんだけど。かなり大きいですね。それでは各パーツの開封をしながら実際に新しいメイン機を作っていきたいと思います。シュラララ。ではまずこちらのトルクを開封しながら、このトルクについての説明をしていきたいと思います。箱に写真が書いてあるけど、なんかかなりかっこよさそうね。自信を持っています。かなりかっこいいです。妙に張り切ってるわね。これ撮影時の話なんですが、かなりテンションが上がりすぎて途中で疲れて寝ちゃいました。子供か。ということでこのでかい箱を開けようとしてますが、とりあえず表っぽい方から開けていきます。ではオープン。さて黒子くんが立ち止まってしまいました。どうやら開け方を間違えたみたいです。ダメじゃん。こちらの箱は縦向きで開けるんでなく、寝かした状態で開けるみたいでした。ということで再度オープン。まず1段目にはガラスとそれを固定する金具とネジなどが入った箱が入ってました。ガラスが落ちなくてよかったわね。ほんとそれです。箱の中には六角レンチと、マザーや電源を止めるネジ等が入ってました。あとは説明書ですね。文字よりも図がメインの説明書になってました。なんかプラモデルみたいね。では続いて2段目を見てみましょう。1段目を取ると、こちらには本体フレームが入ってました。黒と赤を基調にかなりかっこいいフレームですね。ほんとだかっこいいわね。ちなみにこれを見て黒子くんはかなりテンションが上がってるみたいです。では実際に出してみましょう。それではビニールを取ってみましょう。うわ、これは。もうかっこいい以外の言葉が見つからないんですが、とにかくかっこいいですね。ではこちらのトルクのスペックのご紹介です。こちらのケースは強化ガラスを採用した ATX 対応オープンフレームパソコンケースで、
ケース全体を前方傾斜させた攻撃的なコンセプトデザインとなっています。CNC 加工された14枚の高精度アルミニウムパネルを使っており、2×360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応。最大 450mm を確保した拡張カードスペースがあり、ケースのトップには、電源スイッチ、USB 3.0×2、USB 3.1 Type-C×1、オーディオを備えています。裏面にはストレージを付けれるスペースもあるんですが、3.5または 2.5 インチが入るスペースが1箇所と、2.5 インチが入るスペースが1箇所になります。あれ、ストレージのスペースが少ない。そうですね、普通のケースですと4個くらいあるんですが、こちらは2箇所しかありません。まあ今のマザーボードは M.2 がたくさん入るものが多いから、ここはそんなに多くなくてもいいかもですね。でもあんたそんな M.2 持ってたっけ？持ってません。いやどやれないし。それではマザーボード等を入れる前にフレームを外していきます。マス締めされていないので手でネジが取れました。こちらがフレームを取ったトルクになります。ではここからパーツたちを入れていこうと思います。シュラララ。では早速こちらにマザーボードを取り付けていきたいと思います。今回は現メインパソコンをそのまま移植したいと思うので、こちらを載せていきたいと思います。Ryzen 7 5800X に B550 ユニファイの組み合わせですね。漆黒のマザーがこういうオープンフレームに合うわね。普通のケースに入れてもかっこいいですけど、こういうところに入れるとよりかっこよさが際立ちますね。ではこちらをネジ止めして、続いて電源を入れていきたいと思います。では電源を入れながら、今回入れる電源のご紹介。こちらはシグネーチャー1000プラチナムになります。80プラスプラチナム認証取得の高効率ハイエンド電源ユニットになります。すべてのコンデンサに日本メーカー製コンデンサを採用。優れた静音性を発揮する 135mm 流体時空気ファンと、低負荷時にファン回転を停止させる 0rpm モード。各種安全認証取得と長期10年保証もついています。10年保証ってすごいわね。それほど自信がある電源なんだと思います。それではネジ止めもそろそろ終わりそうですね。こんな感じで取り付けになります。このケースの赤がまたかっこいいわね。確かに。マザーもそうだけど電源が斜めについてるってすごいわね。確かに普通のケースだと見ませんよね。では続いて簡易水冷をつけていきたいと思います。今回はシンフォニー 360ARGB をつけていきます。こちらは先ほどもお伝えしましたが、2021年12月10日に新発売となる商品となります。つまり発売前レビュー。ということになります。こちらはレビュー用サンプルでいただいたので、製品版と微妙に違うかもしれませんがご了承ください。この簡易水冷はアンテックの新設計のオールインワン簡易水冷クーラーとなっているので、どこら辺が新しくなったのか見ていきましょう。まずは開封をして内容物の確認ですが、あれ、ファンが最初からついてる。はい、こちらは梱包状態からラジエーターにファンがついてるタイプみたいですね。ラジエーターにファンは絶対取り付けるので、最初からついているのは楽でいいですね。この後配線の関係でファンを付け直したのは言うまでもない。水冷ヘッドのところですが、ミラー ARGB 照明ポンプヘッドと呼ばれるものとなり、高い液体の流れと低騒音のポンプで設計されているため冷却性能が上がり、騒音が少なくなっているそうです。次にこちらのチューブですが、EEPDM プラス IIP 高密度チューブと呼ばれるもので、耐久性が高く、アルミニウム合金で覆われているため、液体漏れの可能性を減らしたみたいです。残りは取り付けながら説明をしていきましょう。シュラララ。それではマザーボードに取り付けるバックプレートをセットしていきます。バックプレート以外の同梱物はこちらになります。バックプレートとインテル、AMD 用ブラケット、各種ネジとグリスが付属されています。今回は AM4 マザーボードなのでそれに対応したところにピンを入れていきます。それをマザーボードに挿して、ゴム足をつけていきます。水冷ヘッドにそれぞれのマウントプレートを取り付けていきます。今回は AMD 用マウントを使っていきます。こんな感じで取り付け完了となります。そしたらこちらを CPU の上に乗せていきます。こちらもネジ止めして取り付け完了となります。では続いてラジエーターを取り付けていきます。今回はトルクのトップ部分にラジエーターを取り付けていきます。こんな感じで取り付けようと思ったんですが、ファンのケーブル類が手前側に来ており、見た目的にケーブル類が後ろにあった方が見栄えがいいかなと思ったので、すべて反対側にひっくり返したんですが、その映像がなかったので完成品でお確かめください。何それ？多分つけてから気づいたのでショックだったんでしょうね。で
では続いてケースファンを取り付けていきます。今回使うケースファンは、プリズム 120ARGB5 プラス C になります。こちらのファンはデュアルリングデザインを採用したアドレッサブル RGB ファンになります。またファンの軸受け部分は回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用しており、ノイズを抑えることと省電力化での駆動が可能だそうです。ちなみに今回のこちらのパックには5つのファンと1つのファンコントローラーが付いてるパックとなります。今回はトップに簡易水冷のラジエーターとファンが付いているので、フロントに3つだけ使用します。それでは最後にグラボを取り付けます。使用するのは先日散財した RTX3070Ti となります。こちらをマザーボードに取り付けて、ネジ止めをし、外したフレームとリアガラスを取り付けて、ペリペリします。フロント側にもガラスを取り付けます。そして最後に六角レンチで全てを締めれば、いよいよ完成。はい、それでは新しいメインパソコンのお披露目です。ストープ。何シュラミちゃん。いやいやあんたさ。これよこれ。グラボですか？そう、グラボ。あんた何のためにこんなキラキラグラボを買ったのよ。私としたことが確かに。今すぐライザー買ってきなさい。行ってきます。シュラララ。ということでライザーケーブルを購入してきました。ただケーブルだけだと縦置きができないので、今回は縦置きホルダー付きのものを購入してきました。ケーブルは PCIe 3.0 のものですが、安かったので購入してきました。ライザーをマザーボードにつなげて、縦置きマウントをセットしていきます。今回はオープンフレームってこともあり、マザーボードから距離を取って付けてみることにしました。普通のケースだと縦置きでもあまり前には出せないわよね。それもありますね。取り付け後はこんな感じになります。斜めに。そしたらこちらにグラボを取り付けて、さすがに斜めで不安定だったので下の部分にグラボホルダーを入れました。確かに支えがないとこれは怖いわね。それではお待たせいたしました。今度こそ完成品のお披露目です。ということで完成となりました。いや、めちゃめちゃかっこいいんだけど。私もすごい感動しております。さっきのプロモーション映像で5分以上は作れるんじゃないか。っていうぐらい撮影しちゃいました。いやそれは撮りすぎでしょ。なので使われなかった部分はここで使っていこうかと思います。それはそれでかわいそうな気もするけど。それから今度新発売の新商品の簡易水冷ということで、シネベンチも回してみたんですが、5800X で最高温度は76度までしか上がりませんでした。さすが冷えているわね。またファンの音も通常時はかなり静かなので、まだ使用期間は短いですが、とても良さそうです。あと最後にこちらのシンフォニーなんですが、付属の説明書に不備があり、この水冷ヘッドからの4ピンケーブルが、CPU ファンに挿すように書かれているんですが、これはポンプファンに挿すものなんです。おそらくアンテックさんからも告知があるかもしれませんが、一応購入を考えてる方はお気をつけください。ということで今回は、アンテックさんからのご提供で、完全ロマンメインパソコンの作成でした。各パーツの詳細は概要欄に貼っておきますので、もし気になる方はぜひご覧いただければと思います。ということで、このトルクがかっこいいと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またね。